この食感最高です。はい、ということで今日も簡単料理やっていこうと思います。今日はこれ丸大根ですけど、大根でいいです。この丸大根ってなかなか売ってないと思うんですね。この丸大根って柔らかいんで煮物とかに合うんですけど、今日はこれ使います。普通の大根使ってください。で、シーチキン、カニカマ、家の冷蔵庫の奥の方で眠っていたハム、きゅうりはこれなかったら別に入れなくてもいいです。ちょっと今きゅうり高いんでね、なくても大丈夫です。で、はい、島田からの白胡椒、マヨネーズ、これで美味しい簡単サラダ作っていこうと思います。はい、まず大根から切ります。大根ね、こんないっぱいいらないので、割れた。すごい新鮮やからこうやって割れるんですよ。で、半分使います。頭いりません。で、この皮なんですがね、これ尻尾もちょっと切って、皮も使いたいと思います。皮はね、もうこうちょっと厚めに剥きましょう。鬼皮って言ってね、ここまで皮なんですよ。だからそこまでここまで剥いた方が美味しく食べれます。こうですね。で、そのまま皮もうこれも使います。刻みたいと思います。こう普通にね、もうこう切ってください。皮はね、食感がいいんでこれも使いましょう。こうカリッカリッとしてね、美味しいんでこれもこう刻んでいきます。これで大根の方ですね。大根の方もこう切っていきましょう。で、繊維がね沿って切った方が食感いいんですよね。なので繊維に沿ってこう切っていきましょう。それでですね、繊維とか言われても分かれへんとか言う人、こう大根こうなってるとするじゃないですか。これが地面でこう走ってるんですよ。なのでまずこう切ってこう切って今こういう風に走っているので、それに沿ってこう切るですね。そうすると繊維と沿って切ってるので食感がいいと、カリカリ。でも食感をいらない場合はこっちに切る、そういうことですね。はい、それからね、大きいボウルにさっき切った皮と身の方も入れます。で、ここで塩して大根のスープを抜きたい。塩する。で、この塩の量なんですがね、どれぐらいって言われても大根の量によるし、あれなんで、こう塩していただいて、こう混ぜてね、この段階でそんな辛くない、そのまま食べても美味しいなっていうぐらいにしてください。それでいいです。じゃないと辛すぎると今度はね、水で洗ったりするの邪魔くさいんでね、この段階でこう食べてみて、ちょうどいいなっていうぐらいの塩加減にしてください。で、こうもむ。
はい、そしてきゅうりですね。きゅうり切っていきます。まあどんな切り方でもいいんで、まああれば入れてください。ちょっと今きゅうりこの時期高いんでね、夏の野菜だし、なのでこう半分に切ってこんな感じでいいと思います。刻んだきゅうりもこの先ほど塩した大根の中にも入れ込んでしまいましょう。そしてトマトもこういう感じですね。これこう見てください。こう水がこう出てきてますよね。これで水分をちょっと抜くじゃないと、そのサラダなんでね、水っぽくなってしまうんで、この水気を抜きたい、そういう作業。このままちょっと置いておきましょう。でその間にね、ハムとかそういうのも切っていきましょう。そうしてる間に大根の水分出るんでね。まあ切り方なんですが、大根と揃えたらいいと思います。こんな感じでハム切りました。でカニカマ安いし美味しいし、でカニカマなんですが、もうこう手でこう焼きましょう。こうほぐす感じ、こうほぐす感じ、こんな感じでいいんじゃないですかね。カニカマ、カニのエキス、香りをたっぷり入れてカニカマ、はい、カニカマで、あとはシーチキンなんですがね、これ今日はこのオイル使いません。オイルはね、また別に使ったらいいと思います。例えば卵炒めるときとかね、そういうときにも使えるんでね。でシーチキン、はい、シーチキン、これだけ準備してれば多分もう大根の水が出てる。はい、ちょっと置いた大根もう見てください。これだけ水分出てます。これぐらい出ればね十分だと思うんで、これを絞って別のボウルに移し替えます。よーく絞ってくださいね。じゃないとサラダが水っぽくなってしまう。はい、これぐらい。はい、ここに先ほど刻んだハムを打ち込みます。はい、カニカマ入れましょう。でシーチキン、油を、まあ油入ってもいいんですけどね、シーチキン入れました。出ない出ない、でここに、はい、島田は買い方は概要欄の方に貼ってますんでね、ぜひ見といてください。これあったらもう便利なんで、味が一発で決まってしまう調味料、島田入れました。で僕胡椒好きなんで胡椒、ホワイト胡椒にします。今回はホワイト胡椒パラパラ、これでいいと思います。であとはマヨネーズを入れる。はい、マヨネーズはねこう混ぜながら入れてください。好みでいいんで。であとはこうあえていく。もうこの時点でいいんじゃないですか。これでもうちょっとマヨネーズ欲しいなとこう足してで和えましょう。
ほらもうこれは絶対なやつです。絶対何かはもう分かってる通りです。絶対なんでしょう。はい、こんな感じですね。はい、完成です。無限大根サラダ。はい、それではいただきます。無限大根サラダ。これね、大根この時期みんな家に余るじゃないですか。だからね、これぜひやってみてください。大根半分とかこう冷蔵庫に入ってしまうでしょ。で、使い道がない時これやると便利です。いただきます。うん。この食感最高です。これね、すごく美味しいです。で、ご飯のおかず、お酒のあてにも最高です。これよくほら、居酒屋とかで出てくるじゃないですか。大根サラダとか。もうまさにそれです。うん。うまい。注意する点として、大根にこう塩をするとき、そこだけ注意してください。あまり塩を多めにしないこと。それだけ注意すれば絶対うまい大根サラダ、無限大根サラダが出来上がります。ぜひやってみてください。人生が豊かになること間違いなし。皆様の日々のご飯のちょっとしたヒントになれば幸いです。コメント登録よかったらいいねボタンよろしくお願いします。このシャキシャキ感止まらない。